はい、こんにちは。今日はですね、立方体についてお話ししていこうと思います。特に今回は立方体の中のですね、角度と、長さの、密接な関係。はい、今日のテーマはこの立方体、角度と長さの密接な関係についてお話ししていこうと思います。はい、では早速行ってみましょう。当アトリエでも最初に皆さんに立方体って書いてもらってるんですね。基礎デッサンっていうことで画用紙に鉛筆でこんな風な立方体書いてもらっています。でこの書いてもらってるんですけれども、なかなかこのね形が合わないっていうか、エスキースの段階で結構謎の立方体になって、苦労されてる方がいるので、そこで形の直し方についてお話をしてるんですけれども、まずね最初に意識してほしいのはですね、大体こういうふうな平行四辺形3つ組み合わせた立方体、斜めから見えるように、台上にテーブル上に配置して書いてもらうんですが、この時気をつけてほしいのがですね、この自分からの距離というか水平なものをここにもしね当てた時に、右の面と左の面とどっちの面がいっぱい見えてるのか、そしてこの左右の角度はどちらがどのくらい、長いのか、角度が、なんて言うんでしょう、立ち上がってるのか寝ているのかっていう、ここにちょっと注目してほしいんですね。で、そんなわけで、どちらか、例えば左の面が少しいっぱい見えるような位置とか、右の面がいっぱい見えるような位置とか、どちらかにモチーフを置いてですね書いてもらってるんですけれども、この時に結構皆さんねこのね水平なものを当ててみると、右と左の角度が、これは今左の角度の方が水平に近く薄くなってるんですけれども、大体同じような角度で描かれる方が多いんですね。面白いんですけれども、こういうことです。左右のこの傾き角度がだいたい左右一緒なんだけど、左側が例えば狭くて右側が長いとかね、こんな感じにね書いてみてちょっと変だなと思いつつもこんな風になる方がいます。でこの時に私が水平な測り棒とかをテーブル台上に置いてですね、右の角度と左の角度を見比べてみてくださいって言うと、ああそう言われればちょっとこっちの角度が水平に近いかなとかね、例えばこんな風に実際こうではなくてもうちょっと水平に近かったなとか、比べてみたら左の角度はもうちょっと立ち上がっていたなとか、こういうのをちょっと意識するようになってくるんですね。右向きのこの辺の傾きと左向きの辺のこの傾きですね。でこれを意識しないで描いていくと非常に立体捉えるの難しくなるので、まず最初に、こういった水平なものを、左右の面が見えてる場合はですね、この垂直線のこの角にちょうど当てるように、可能であればモチーフの台の上にね測り棒を置いてみると左右の角度の違いが分かって理解しやすくなると思います。でこんな風にですね、左右の角度を意識した上で、水平な線に対して、角のこの高さというか長さ、角ですね。で例えば今回右がちょっと寝ていて左が立ち上がっていると、こんな角度を想定しましょう。例えばこんな感じで、こんな風に角度が決まると次に長さがねだいたい決まってきます。例えばこんな感じですね。どうでしょう。立方体っぽく見えるでしょうか。垂直線に対して同じ長さってことはないです。斜めに奥へ向かっているので少しこの長さよりも短くなるんですけど、あまり短くなりすぎるとちょっと立方体、正方形っぽく見えなくなるので、
この長さよりもちょっと短いこのくらいかな。で実際にこう書きながら長くしてみたり短くしてみたりして調整してあげるといいです。この四角の形ですね。同じように左側面も今この立方体はどうでしょうか。ちょっと奥行きが足りないかなっていう感じに見えます。もうちょっと長さ増やしてみましょう。例えばこんな感じで。これだとどうでしょう。さっきよりも立方体っぽく近いいい形になって見えてるでしょうか。こんな風にしてですね、最初に角度ありきっていうかこの左右の角度をよく確かめて、次に角度が決まったらこの奥行きの長さですね、この長さを伸ばしてみたり縮めたりしてみて合わせていきます。こういうやり方が一つあります。あともう一つはこのね、左右の見えている右の面と左の面の何対何っていう面積比ですね、こちらの方が、パッと見の印象で面積比をしっかり捉えて角度がなかなか決まらないっていうタイプの人も中にはいます。そういった方はここの比率ですね、右と左の面のここは動かさないようにして、この今度は角度を調整していくといいと思います。ちょっと書いてみますね。逆にしてみましょうか。左の面と右の面、例えばこんな感じでどうでしょう。73くらいの比率でしょうか。でもし見えていた場合にどんな感じの立方体に見えるかっていうと、この位置は動かさないっていうことにして考えます。そうすると例えば左の面がこんなで、右の辺はこんなで、見えない裏側の角はこの辺、こんな感じでしょうか。線をちょっといっぱい引きながらいい形をちょっと探っていきます。はい、こんな感じでしょうか。今これはこの長さを固定して、これの長さに右の面と左の面の見える比率ですね、それに合わせてこの2つの角度を決めてみました。少なく見えているのでこちら側の角度は結構立ち上がってるだろうなと。どのくらい立ち上がって見えてるかっていうのは実際にこう書いてみながら、例えばねこんな角度で左の面結構いっぱい見えています。3対7くらいですかね。37くらいだとしたら結構水平に近い角度で、この3つの辺ですね、水平に近い角度でこんな感じで見えているかな。どうでしょう。こんな感じで立方体に見えますでしょうか。ちょっとここが尖って見えるかな。もうちょっと水平かな。例えばこんな感じ。ちょっと下の長さ角度を変えてみます。こんな感じだと自然に見えるかな。はい、左右の長さが右の面と左の面と長さがもし決まっていた場合、角度を立ち上げたり寝かせたりしながら立方体に見えるようなちょうどいい角度を探っていきます。でこの立方体が立方体として合ってるのかどうかって確かめる一つ方法があります。それはですね、一個一個のこの四角を合ってるかどうかって見比べるんではなくて、この6箇所のこの角ですね、この六角形として見るようにするといいと思います。で六角形が美しく見えてるかどうかが重要で、今例えばここが地面で左の面右の面っていうふうに見てますが、場合によってはねこう向きを変えてみる。例えばこんな感じで結構上から見下ろしてる、これが上の面、これが左の面、これが右の面みたいな、こんな風な置かれ方をしているっていう風に想定して、眺めてみましょう。で美しい六角形になってるかどうか、もしくは失礼、こうですね、はい、こんな風に、これが上の面、これが上の面、右の面左の面で、立方体として
綺麗に見えてるかどうかっていうふうに確かめたりします。はい、書いてる画面を回してですね、こう確かめたりします。はい、こんなふうにして、立方体を描く際にこの水平に対するこう角度ですね、左右の角度、それから長さ、奥行きですね、その2つが密接な関係にあるということを覚えておいてください。人によっては角度を最初に決めて長さをそれに合わせて決める、もしくはこの長さですね、右の面と左の面の何対何っていう長さ、面積比が先にこう決まって、その後この角度をそれに合わせて調節するという2つのタイプがあるということを覚えておいてください。どちら優先でもいいと思うので、自分の描きやすい方を優先して、立方体をね描けるようになってほしいなと思います。私が見てる感じだとやっぱりこの角度を意識してない方の方が圧倒的に多い気がするので、角度を意識するだけでもだいぶ違いが分かる、自分の目で見てですね、立方体が立方体らしく見えるように描けるようになってくると思います。以上で今日の動画は終わります。それではまた。